皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕桐山和久と住深夜と加田聡です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。第5回ということなんですけどもね。はい。触れずにはいられないと思うんですけれども、なんでしょう。セットがそうですね。なんかすごいことになってますね、これね。これどうしたんですか。どうやって作ったのこれ。どうやって作ったんですか。もうだってタイトルロゴそのまんまですもんね、これ。ねえ。こんなものまでご用意していただきまして。これおしゃれやな。いや、なんかスナック感は出たんじゃないですかね。本当ですね。前回座談会みたいなのやってましたそうね。ですね。ちょっとバーみたいな風に自分たちでもなんか好きなネオン持ってくる。いや、どう自分たちで飾り付けて飾り付けてしていいんですかこれそうそうそう。こんな感じになるとは思わなかったですけどね、こんな感じで今回から始めますけれどもね。はいブラッド&ストーリーズですけれども、はいまずそもそもミッドナイトスナックということで、まあそうですね。夜食なわけですよ、タイトルがね。ああ、そういうこと夜食普段食べられます？食べないです。あ、食べない派ですか？できるだけ我慢しようとは思ってます。偉いですね。ちゃんとそこは理性が働く。か。いや我らね大人なんで。そうか。はい。大人なら僕がめっちゃ子供みたいな感じです。食べるんですか。僕はバリバリ食べますね。何食べああるんですか。そうなん。もう時間気にせず食べちゃう人なんですけど、え？本当に全く気にせずに食べたい時に食べたいものを食べるみたいな感じなんで。言い過ぎやろ。よくないなと思いながらも、でも全然深夜にカップラーメンとか食べますし、全然食べます。もう俺らなんか夜中にカップラーメン食べたらもうカッパーになるわけ。これが若さが。一応でも気にはしますよ、味とかね。味やん。味やん。いろんなフレーバーあるじゃないですか。醤油とか味噌、豚骨、塩とかあるじゃないですか。一応その時の食べたい気分とちょっと時間的にカロリー抑えとこうかぐらいな感じで物を見ながら、今ならいけるかなみたいな。カロリー付け足したやろ。ちょっと今日味噌じゃなくて塩にしとこうかみたいな。それ自分の気分や。そうでもあるんですよ。気にするっていうのかそれは。そういうのもありつつ、でも食べはします。もう気にせずに。なるほどね。深夜とか関係なし。関係なしに食べますね。でも昔は食べてたんじゃない？昔はもう好き放題でしたね。ああ、そうなんですね。そんな関係ないです。食べたい時に食べる。そうやな。これが若さか。そうや。それが若さか。僕もいずれそうなっちゃうんですかね。そうや。あなた食べてた？昔はね。昔はタケノコの里食べてたから。タケノコの里。結構しっかり甘めのものをね。山ではなく。里が勝つから。昔っていうやめようか。なんかちょっと悲しくなってこへんか。そうですね。なんか世代間ギャップがここにあるのがもうもろわかるっていう状態。ワンスアポンなんてあれ。ワンスアポンアタイ。ワンスアポンアタイ。昔ですね。ということで夜食食べる派食べない派でね。夜食持ってきますか、お気に入りの次。いいんですか？商品とかパッケージ隠してパッッケージだけ隠してこれを食べますだけでね。モザイクかけてもらう。ご覧になってる方ももしかしたら何か食べながらね見てくださってるかもしれないから、その同じ感じでね。はい、おつまみということで、耳のおつまみということで我々のトークをね聞いていただければなと思います。なるほど。はい、じゃあそれでは始めていきましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。今日はついにストーリーズエディション第1回目です。やったー。はい、皆様お待ちかねの X&B ナイトフォールズカブンシーズン2。よし。サイレントセイレン。はい。よし。がいよいよ始まります。はい。シーズン1が去年の10月配信やったので、約8ヶ月ぶり。いやー、そんなに経ちましたか。あっという間の8ヶ月でしたけどね。あっという間の8ヶ月でしたか。本当に。結構経った気してます？いや、僕はなんかめっちゃ遠い昔に感じます。本当ですか？でも俺なんか結構桐山君と近々会った気がしてるんやけど、そんなことないんかな。どうなんでしょうね。どうなんやろうね。そんな空いた気はしてないですけどね。いやでもほんまいろんな見どころ、聞きどころがあると思うんですけど。そうですね。はい。どんな感じですかね。シーズン2は何と言ってもあるじゃないですか。第1話から。そうですね。結構もう波乱な展開がもうポンポンポンといく感じ。依頼人も来ますからね。そうですよ。新しいね。新しい依頼人が来る。どんな依頼人なんでしょうかね。これ本当に
どんな感じなのかとか聞いていただいたらびっくりすると思います。そうですね。僕らにとってはおなじみの人なんですけど。そうですね。もう結構なネタバレかけますけどね。いやどんな感じなのか楽しみですね。いやもうこれはもう早く聞いてほしい。そうですね。はい。僕らも楽しみに聞きましょう。そうですね。聞いてみましょう。ということで今夜も僕たちと一緒に吸血鬼たちの物語に耳を澄ませてみましょう。X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレン第1夜訪問者、お楽しみください。癒してくれ、青年。その歌でまだ死にたくない。俺は吸血鬼になるんだ。だから言ったんだ、この辺りはスパーダファミリーの縄張りだ、気をつけろって。どの程度気をつける必要があるかまでは聞いてない。お前な、おかげで望まない鬼ごっこが始まったんだぞ。少しは反省しろ。君こそよく考えろ。今は反省より逃げるのが先だ。よく考えろだ。今お前に言われたくないワード第1位。銃弾の雨の中を全力疾走している俺の名前はビョルン・ディモルガード。職業はオカルト探偵の助手。そして隣で同じく全力疾走しているのが探偵のこっちだ。 X、 危ない危うく上着に穴が開くところだ。笑い事じゃないだろう。俺が腕を引っ張らなかったらお前の腹に風穴開いてたんだからな。吸血鬼のくせに鉛玉が怖いのか。そのくらい平気だろ。お前が平気じゃないから言ってんの。これが俺たちの日常。とんでもなくずれてて、でも成り立ってる。我ながらおかしな関係だ。やっと帰ってこれた。ペパロニ&ソーセージエクストラチーズとガーリックディップとビールに。他には？いらない。あ、フィギュア付きのにしといて。した。注文完了。まったく、なんで幽霊退治の依頼受けただけなのにマフィアに追われなきゃならないんだ。っていうかあいつらここまで乗り込んでこないよな。おそらく顔は割れてない。お前はもっと慎重に行動しろ。今は俺たち2人だけじゃないんだぞ。っていうかさ、なんで早く帰った方がいいっていう俺の忠告無視して土を掘り始めた？目撃証言に幽霊が登山靴を履いてたというのがあっただろ。あの森は数年前まで狩猟区だったし、あそこの土の色だけ他と比べて明らかに新しかった。気にならないかって？気になる。そしたらまさかスパードファミリーの秘密の処理場を掘り当てたというわけだ。お宝見つけたテンションで言うな。今日だけで半年分の全力疾走した気分なんだけど。あれで半年分？吸血鬼の体というのは燃費が悪いんだな。いや待てよ、これは B という個体の特性か？あるいは B は吸血鬼としてはまだ未成熟、いわば成長期。よし、一旦人間でいうところの思春期に相当すると仮定してみるか。この2週間で牙の長さが左右とも約1ミリ伸びている。成長の証だ。て
適当なこと言うな。適当は言ってない。ここのところ退屈だったから僕は暇つぶしに君の生態観察をしてた。よって全て確かなデータに基づいてる。いつの間に。主に君が寝ている最中だ。眠っている君は死体みたいに全く動かないからな。扱いやすくて作業がはかどった。この前目が覚めたらリビングの真ん中に転がってたのってお前の仕業だったのか。確かあの時お前、俺が飲みすぎて酔いつぶれたんだって言ってたよな。さあ、覚えてない。記憶力いいくせに都合の悪いことだけはすぐ忘れる。でもこれだけは忘れんなよ。俺の忠告はちゃんと聞く。はい、ママ。誰がママだ。現在ネットで話題沸騰中、正体不明のアーティストトラ。もちろん皆さんご存知ですよね。待望のメジャーデビューが間近に迫るトラからシングルリリースに先駆けてメッセージが公開されました。自分の心に従って好きな歌を自由に歌え、海の底にも空の果てにも届くように、そう助言をくれたセイレーンに捧ぐ。なんとも謎めいたトラらしい言葉ですね。セイレーンって誰のことなんだろう。さあな。それよりもっといいものが来たぞ。もうピザ来たのか。はいや。入っていいぞ。ああ、いいよ、俺が行ってくる。お前は X 逃げろ。僕が頼んだのは L サイズのペパロニ&ソーセージ、エクストラチーズとガーリックディップ、フィギュア付き、それにビールだ。来るな X。 吸血鬼をオーダーした覚えはないぞ。お前分かっててわざと招いたのか。へえ、あんたが噂のダンピール探偵か。エクスプロラドール・デルルース。僕の助手を馬乗りで締め上げてる君はどこの誰だ。ネロマテオ・コルビーノ。ブロードグリム・ブラッドリーブからの推薦でここに来た依頼人だ。ディモルガードの坊ちゃんがおかしな探偵の助手をやってると聞いた時は半信半疑だったが、まさかダンピールと組んでるとはね。気に入らないなら帰れ。 B、 君たちが仲良しかどうかは探偵じゃなくてもわかるが、僕はこいつの依頼とやらに興味がある。さっさと説明してくれ。お前のピンクの髪も赤いスーツも見てると疲れる。はっ、ブロドが言ってた通り生意気なやつだな。いいや、聞けよ探偵。ナイトクラブタイラント、生かした俺の店の VIP ルームで起きた不審死事件の解決を依頼したい。 X はお気に入りの一人掛けソファーに深く身を沈め足を組んだ。そしてその目はネロの一挙手一投足を興味深げに観察している。タイラントってのは簡単に言や吸血鬼と人間の社交場だ。死んだのはクラブのメイン出資者エドワード・エディ・サリバンって人間さ。表向きは不動産業の権力者だが、裏じゃ俺たち吸血鬼とのつながりが強いことで有名だった。つまり彼の死は人間と吸血鬼双方にとって無視できない事件というわけが。その上エディの息子のジェームズ・サリバンやその下っ端どもが留守んだよ。復讐だ、処刑だってな。警察はうちの客は明るいところが嫌いなんでね。警察にうろつかれちゃせっかくの夜が台無しだろ。それで不審死って判断した根拠はさっさと話せよ。あっせんなよディモルガード。お楽しみは
ここからさ。エディが死んだのは昨日の夜だ。くそ、なんでスプリンクラーが作動してる。火事か。ミスターサリバン、ミスターサリバン、いるなら返事を。ミスター。おい、何があった。親父は。死因は心不全による肺水腫。つまりは自然死って話だ。親父、テオの歌聞けなくなっちまったな。スプリンクラーが作動した原因は分かったのか。センサーの誤作動だそうです。ずぶ濡れで発見された遺体が肺水腫。まるで溺死体だな。どういうことだ。肺水腫というのは肺に液体が溜まった状態のことだ。心不全によく見られる症状だが、溺死と所見がよく似ている。なるほど。だがそれ以上でもそれ以下でもない。興味は湧かないし、ブロドグリムに協力してやる義理もない。だよな。警察がノータッチ。こいつらが勝手に持ち込んできた事件だ。関わるなんてもってのほか。絶対に手を出すべきじゃない。いい子ちゃんのディボルガードがそう言ってくるのはブロドの予想通りだ。何？でもあんたはどうだ探偵。そこにセイレーンが絡んでるかもしれないって言ったら。セイレーン。おい X。 おっと、そうそう、報酬の話もしておかないとな。報酬は2つ。お前のためにとっておきを用意してやったぜ。まず1つ目は金。これはそっちの言い値で構わない。好きなだけ請求しろ。で、もう1つってのはお前の父親に関する情報だ。なあ、とっておきの報酬だろ。はい、ということでシーズン2第1話いかがだったでしょうかね。唐さん、すみさん、こうなりましたか。いやこうなりました。こうなりましたかですよ。そうですか。あの人が一応知ってはいましたからね。知った上でですけどね。なるほどねそう知った上でですけど。ましたか。びっくりしましたね。びっくりしたね。びっくりしましたね。あの人があんなキャラ、もう別に今隠す必要ないのか、聞いてるから。そうですね。ね。山下さんがね、ネロが来たわ。登場しましたよ。いやー、すみさん、出番ありましたっけ？収録時間で言ったら1時間半ぐらい君たちを待ってた。そうですね。待ってたよ俺は。ずっと待ってた。ずっと待ってた。ずっと一人でブースの中で。まあそれはもうだってね、シーズン1の時点で一回こう退場してますから。一時退場してね、そんなすぐ出てこられても、そんなあっさりね、なんか当然かのように出られても困る。確かにそれはそうです。それはそうですよね。いやいや、私だって来られてもね、お前何しに来たってなっちゃいますから。一言しか喋ってないね、この1話俺。一言や。ちょっと貯めていただいてね。いや、満を持してじゃない。満を持して、まあそうなんやけどさ、思い出は君たちのやつをずっと聞いてたってことよ俺は。いやでもそれでも山下さんがね。そうね。いや、このいつもの感じとはまた違う。そうね。いや本当に見せてくれて。そうですね。だいぶチャラかったですね。パリピな感じするよね。パリピな荒い感じでしたけどね。聞き馴染みのない感じでしたね。本人収録中ははいはい。そう、本人とのね、本人とのギャップがすごいですよね。そこは面白かったですけど。でもなかなかこの本人とのギャップってところではこの X&B 全体的にやっぱ言えることなのかなっていうのはね、ありますよね。そうかい。俺は一番そうでしょ。だってずっとこんな感じじゃないのかい。一番違う。
態度はな。態度はでかいはずだ。私の態度はでかいはずだ。態度でかいけど、なんか吸血鬼ではないでしょ。そうですね。さすがに。もしかしてのパターン言ってなかったけど。いや、わかんない。そうですか。わかんない。ダメか。わかんない。ギャップはいろいろみんなやっぱあるんかな。もしかしたら。まあそうですね。あるんか。あるんじゃないですか。感じてる？でもね、やっぱその物理的なサイズ感、物理的なサイズ感はだいぶ違うじゃないですか。確かに。やっぱその絵を見てびっくりしましたもん。ビョルンでかっつって。桐山君可愛いからね。めっちゃちっちゃいんで。確かに。だからそれこそね、もう1回目から4回目までね、ここまでこれ番組配信されてますけど、自分の体の小ささにだいぶびっくりしてましたから、自分で見て。そういうこと。やっぱこうセンターにいるじゃないですか。両サイドとの距離感と物理的な小ささがすっごい目立つんですよ、やっぱり。じゃあちょっと手つなごうか、こうやって2人で。これ何の意味がある？これ小ささある？某なんとか事件。宇宙人に本当それぐらいの物理的な小ささがあるから、やっぱそこのねギャップはあるんじゃないかな。いや、大きくしていこうよ。膝開け。態度でかいな。いやでも本当に。態度でかい。でも第1話結構冒頭からエクスとビョルンがねちょっとハードな展開になってましたけど、あのシーン好きです。あれがなんかこうシーズン1を経てより心の距離というかね縮まってるのかなっていう気はしてますね。いきなり躍動感のあるシーンから始まってね。そうだよ。入ってこれないですか？ごめんなさいね、ちょっとそのシーンなかったかもしれない。ちょっとごめんなさいね。いないからね。いないから。いやでも今後ねどういう風に出てくるか。まあそうですね。はい。ということでね、第2話の配信は7月10日を予定しております。お楽しみに。はい。今夜のミッドナイトスナック、そろそろお開きの時間です。早いですね。早いですね。まっという間じゃないですか。まっという間。まっという間ですよ。間が2回来ましたね。まっという間でね。まっという間じゃないですか。まっという間とは何なんでしょうか。まっという間がねありましたけど、やっぱ本編がね間挟まりますから、ストーリーズエディションはね結構しっかりギュッと詰まった感じになるのかなと思いますけど。聞き応えがあったんじゃないですか。そうですね。てか逆にエピソード1から4、シャープ1から4聞いていただいて。まだかって思われたかもしれないですよ。確かにね。もう早く聞かせてくれっていう方にはちょっとご満足いただけたんじゃないですか。そうですね。いや次のストーリー楽しみですね。いや本当に果たして出番があるのか。ないかもね。ないかもしれない。また一言。そんなことある？そんなことあるんですか？いやもうぜひみんな聞いて思い出そうよ、俺の存在を。そうですね。どうやって本人が登場するのか。そう。満を持してですから。本当ですよ。本当にぜひ聞いてください皆さん。引き続きね、ストーリーズエディションは本編挟みつつこうやって聞きどころとかね、回想をみんなしながらやっていく形になりますので、今後ねよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、最後に番組からのお知らせです。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ私たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。はい、そしてこの番組を気に入っていただけたなら高評価&フォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜をおやすみなさい。